んにちは、新井啓太です。この度新犬を購入しまして、その新犬のメンテナンスであったりだとか、手入れであったりだとか、そういうことをいろいろお聞きしたいなと思いまして、キャプテンクックさんと YouTube コラボということで、いろいろお話を伺ってきました。それぞれの意見もあると思いますので、今回は一意見として聞いていただければなと思っております。それではどうぞ。の家にお邪魔させていただきました。詳しいと言われるとちょっともう恐縮ですけど。いえいえ、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。拝見。はい、お願いします。はい。ちゃんと礼をしてから。そうですね。ね、使う刀ですもんね。はい。バランスめちゃくちゃいいんじゃないですか。これちなみに現代刀ですもんね。はい。研ぎ状態これで大丈夫でしたらそのまま使えそうですね。手入れの方法をちょっとお聞きしたくて。もう完全僕も自分の動画でやっていただいたことがあるんですけど、完全受け売りなんですけど、はい、自分なりに頑張ってみました。手入れグッズはい購入して、はい。基本的に普段やることは、はい、古い油塗って油塗り替える、それでだけなんですよね。古い油を脱ぐのがまた大事なんですね。そうですね。なので、3ヶ月、長くて半年に1回は塗り替えた方がいいんじゃないかなって僕も教わってます。古い油を拭った方がいいっていう意見もなんかあったりするんですか？油もやっぱり酸化するので、古い油がこう染み込んでいっちゃうとか、こう酸化してね、錆になっちゃうとかもあり得るんじゃないかなと思うので、ね、やっぱりこう定期的にメンテっていうのは大事でしょうね。このティッシュが一番いいっていうティッシュたまたま今あるので、ぜひ、はい、お願いします。でちょっと刀を置かせていただくんですけども、刀を置く時のポイントが、これも僕自分の動画で教わったことなんですけど、まず縦に置いてから寝かすっていうのが大事みたいです。はい、ありがとうございます。もう一回こう動かしちゃうと引け傷とかになっちゃうよっていうのを避けれるよっていうことです。わかりました。はい、ちょっとティッシュ持ってきます。お願いします。はい、パカバーン。新宮。はい。これ大丈夫ですか？この大丈夫。昔のドラえもん。なんかこれがすごいいいらしくて、なんか素材もすごく良くて傷にもなりにくいっていうしっとり系な最高級ティッシュを使っていて、はい、教えていただきました。僕も手入れと聞くと、こう打ち粉をポン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 って打ってるのをすぐ連想させるんですけど、これ使った方がいいですか？これは僕は使わないようにって教わっていて、っていうのもこう刀身はこうわざわざこう色を染めてもらってるので、あんまりそういうのでポンポンやって拭くとその色とかが取れちゃうっていうことで、あとこう変に引け傷になっちゃう可能性もあるので使わないでいいと思いますね。砥石の粉、砕いた粉らしいです。はい、わかりました。ありがとうございます。これが目釘抜きですよね。はい、わかりました。これを使っていてください。はい、そうです。わかりました。お願いします。はい、よろしくお願いします。まず目釘抜いていくんですけど、こう押して無理な場合、この先っちょ取れるんですけど、こういう感じの部品が入ってまして、これを当ててすると取れますね。これぐらい簡単に抜けるもんなんですね。こんな部品1個で止まってるってすごいですよね。すごいですね。まず最初こっちでやってみます。押してみますか。これでいかないな。いかないですね。結構ちゃんと硬いですもんね。場合はこれを抜くんですね。で細い方を当てて、こういう風に扱うんですね。簡単に抜けますね。簡単に抜けますね。すごい。この目釘だけで売ってたりもするんですか？もちろんしますね。僕もスペアは持ってたりするんですけど、これがやっぱりこう傷んでたりするとやっぱり替え時だ。そうですね。持ってトンと叩けば抜けるといいんですけどね。やってみますか。まず抜くんですか？これがね、一番動画外で試したかったやつ。大体抜けないんですよ。これだけで抜けるんですか？はい。抜けた。で、抜けたんでよかったですけど、あんまり硬かったらこう抜く道具もあるので、そういうのもあった方がいいかもしれないですね。ちょっと向きがそっちだと怖いんで、強く叩きすぎないように飛んでっちゃうんで、これでもう十分抜けてるので、こ
こうすることによって分解できますと。同じ方向に向けて叩くでしょうか。真下になんでこの辺を叩いた方がこう力がいきますよね。はい、こんな感じ。はい、そんな感じで抜けると思います。あ、ちょっとね浮きました。浮きました。はい、じゃあもう抜けてますね。こっち斜めにやったらこう真下にまた戻らないからっていう意味ではこれぐらいの角度が必要ですかね。なるほど。大丈夫ですか、話して。はい、はい、このままこう指やってるとちょっと危ないかもしれないので、つばの下にこんな感じでも大丈夫なんですけど、で上向けて、はい、でつばを上げていく感じにしますか。こんな感じ。はい。そしたらもうつかが外せると思うので、しっかり中を握っていただいて。握っちゃっていいですね。はい、できました。よかったです。はい、そうですね。はい。でこれを外すことによってこの隠れた部分の油も拭って全体のメンテができるので、たまには外して全部そこも古い油を脱ぎ取ってから、新しい油を。はい。でわざわざ全部こう取っちゃうことはないと思うので、ちょっと下の方にずらして、でここから油を拭って塗り替えますか。わかりました。はい。僕はちょっと2枚ぐらい重ねちゃいますけど、はい、ありがとうございます。はい。細かいこと言うとこのはばき下とフックティッシュ変えてもいいかもしれないですね。わかりました。サビが映るとか。はい。この刀火があるので、火の中もしっかり拭いてでちゃんと向きも下から上に。そうですね。はい。これぐらいやったら十分取れてると思います。本当はこう干渉する時とかも油を取ることによって刃文とかもちゃんと見えるようになりますね。こういう手入れの仕方もそれぞれありそうですよね。あるかもしれないですよね。基本的にはでも本当にやってることシンプルで、油を新しくしましょうっていうだけだと思うので、あとはこう、また油をティッシュに染み込ませて全体に塗っていって、ちゃんと油がついてるかっていうのを確認してっていう感じですね。こういうの3ヶ月もしくは半年に1回やるってことなんですね。はい。バットとか使った後は必ずやるってこともう絶対ですね。それは1回ずつ切った後ぐらいにもやったりしますか？ 1 回ずつ切った後には1回水がついたタオルで拭いて、で乾いたタオルでティッシュとかで拭いてっていう形ですね。1回ずつ切るときはそれぐらいでいいんですか？はい。稽古終わり後にやってもいいんですか？はい、しっかりメンテしないとすぐ錆びちゃいますね。水がついたタオルで結構畳表ってついちゃうじゃないですか、どうしても。なんで一回それで落として、このあとすぐに乾いたタオルで拭かないとそれも錆びちゃいますね。水分残しておくと。なんでしっかり毎回拭くっていうのは大事です。中子の方もやったりするんですか？中子は基本的に油は塗らないですね。はい。でこのサビっていうのも時代判別するのとかにもすごい貴重な情報というか、基本的に中子はいじらないっていう形で、手でこう油つけるとかはいいんじゃないですかね。そこまでがっつりはやらないものなんですね。はばき下は今みたいにこうはばきをこう下げて塗り替えてます。はばきから下は全くやらないですね。もしこれが注文したての新品の現代刀とかなんだったらうっすらぐらいだったらやってもいいのかもしれないですね。このサビも時代を判別するのにすごい貴重な情報と言われてて、日本ではサビは絶対に落とさないと。なんか海外でも落とすのをやめてほしいっていう。錆びてるからダメっていうわけではないんですね。もうサビはもうむしろ貴重ないいことで、いい情報で。それは知らなかったです。中の方はあくまでも綺麗なはずですしね、外が錆びてる、中子は油塗らずで。わかりました。はい、こんな感じですね。はい。でつけていき、はい。でそうですね。はい。で若干大きさが違う説があるんですけど。違いますね。はい。大きい方が上、小さい方が下。はい。それも間違いないようにしてください。でちょっとつば難しいですけど、このつばの場合はこっち
の向きが正しいと。はい。戻して、これも本当全部僕動画で教わったまんまのことを本当お伝えしてるんですけど、これ戻すじゃないですか、つかに。でこっからパチンってやるとハマチ割れますと。でこっからパチンといっちゃうとこう刀のハマチっていうもの部分割れたり、この幅木が変形したり割れたりっていうことがあるので、もうゆっくりこう静かに極限まで近づけてから最後に気持ちカチッとやるだけで OK。 押し込めばいいっていうわけではないですね。はい、このちょっと離れた距離からバチンって打ち込むってことは絶対にするなっていうふうに僕は教わりましたね。ゆっくり打てる。はい、割らないように気をつけてください。でこう見ればもう中見えてるのでちょうどはまってるなっていうのが分かると思います。でちょっと優しく近づけていって、こういう感じで、もうだいぶもう近いですよね。穴も見えてますもんね。そうです。まだもうちょいで、この穴が向こうちゃんと見えるぐらい。もう紙1枚ぐらいまで近づいてたら最後はちょっとカチッと強めにカチッと。そしたら最後に目釘を戻して、片手で戻す、もしくは置いても大丈夫です。で目釘を押し込みすぎて使い糸が上がらないように。なるほど。これ一本で刺さってると思うとすごいですよね。人の刀は刃見るなとか言うんですけどね、僕がだからこう見たりしたらあんま良くないのかもしれないですし、でなるべくこう刀を見てるときはあまり喋らないっていうのは今から動画でありますけど、そこも控えた方がいいっていうことですね。なんならもうマスクしちゃってもいいのかなというぐらいです。であとはもうその自分で鑑賞する時だったらこうティッシュとかでこう支えてこうやって見るっていうのはいいんじゃないですかね。安定しますしね。いい布を使っていただければこう支えながら鑑賞しやすいなっていうふうにはなるかもしれないです。こう光当てて鑑賞してみるとか面白いと思いますね。ちょっと部屋暗くしてみて、また違いますね。で強い光当てて刃文見るとかもまた雰囲気出ていいです。たださっきお見せしなかったんですけど、幅木裏を綿棒でこうこすってお手入れっていうのは定期的にした方がいいです。ちょっと自信持って答えれないんですけど、僕は幅木とつばに油塗るっていうのはあんまり聞いたことがなくて、どちらかというとこう手の油とか聞いたことあるのかなって。細かいところはちょっと綿棒を使うとか、幅木裏は綿棒必ず使って、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。お力になれということを願って。翼さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。大事にします。大事にしてください。